もう無農薬でやらざるを得なかったっていうところがあってですね、西表島では西表島の米が食べれないというような、これからっていうのは本当に農家が直接消費者とつながっていける時代でもありますので、ただ問題はその農薬と肥料とかの値段がどんどん上がってきて、もう追い越しそうなぐらいまで来ています。農家の平均時給が、全国平均が10円という、観光とこの農業というのが全くつながっていなくて、自然とこの農業というのはちゃんと共存できる仕組みっていうのが作られていくと思うので、沖縄の西表島のお米農家さんの大浜農園の代表の大浜和正さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。まずは、大浜農園の歴史みたいな感じから聞きたいんですけど、いつからお米？そうですね。なんか大浜農園自体は親の時代からなので、おじいちゃんの時から米作りはしてたんですけど、お父さんがこの大浜農園という米の個人売買を確立していったっていう形で、大体30年前ぐらいですね。そうなの？始まったのが。30年前。大丈夫なの？ずっと大丈夫なの？本当に？パパに聞いてきたら一回。なんで？大丈夫、誰も見てんから。ねえ。確かに。知り合いは大丈夫見ないから。でそれぐらいからお米の個人売買を始めていったっていう形ですね。昔はこんにゃくとか仕入れてくる卵とか、あと野菜仕入れてきて野菜を仕入れてそれをまた給食とかに卸すっていうような出すっていうような業務もあったんですが、今はもうお米自分たちで作ったものだけを販売するっていうのがもう基本スタイルとなりましたね。なるほど。栽培方法とかはなんか2期作とか？そうですね。お米は2期作で6月と11月の収穫になります。田植えでいうと2月と8月ぐらいになるので、なかなかこの一年中忙しいという感じですよ。広さで言ったら今どれくらい？今はだいたい4ヘクタールぐらいですね。ちょいぐらいですね。めっちゃちっちゃいですよ。それでどれくらいだいたいお米取れるんですか？何キロ今だと7トンか8トンぐらいですかね。で、作ってもこれは1期作とかにですけど、1期作で7トン8トンぐらい出るんです。今までこのイノシシの被害っていうのが結構多くて、もう本当に去年までは1期作でその半分の4トン取れればいいかなぐらいな感じでしたね。で7割8割ぐらい被害を受けてたっていうのがあったんですけど、やっと今年からちゃんといろいろできるようになってまともに収穫ができてるなって感じです。イノシシの被害がなくなったってこと？そうですね。イノシシの対策の仕方っていうのをちゃんと勉強してやったら効果があったっていうのがどういう対策なんですか？例えば今までイノガキネットっていうのを張ってたんですけど、それだとなかなかくぐってくるやつもいたり、破るやつもいたりとかして難しかったんですが、そしたら電気柵をやって、あと電気柵の高さもちゃんと20センチ40センチってもう決まってるみたいなんです。その高さを守れば確かに被害は減りましたっていうところです。ちょっと歴史のとこの話に戻っちゃうんですけど、最初から無農薬でやられてた？いやもう無農薬でやったのはもう6年前ぐらいからですね。よく聞かれるんですけど、最初から無農薬でやりたかったわけではなくて、もう無農薬でやらざるを得なかったというところがあってですね。でもう本当に6年前ぐらいっていうのは経営も非常に厳しくて、肥料メーカーとか農薬メーカーさんが農薬を売ってくれなかったんですよね。で前回買った分がまだお支払いできてなくて、だから農薬は売りませんという売れませんという形になって、農薬は売れないので、お米の出来が悪くなって、でそれでまた収穫量が減るので、またどんどん苦しくなるというこの負のスパイラルだったんですけど、ただ
農薬を使ってない田んぼを観察していると、ジャンボタニシってわかりますか？ジャンボタニシがもう稲を食い荒らしてもう本当に悲惨な状況だったんですが、タニシが稲を食い荒らしているところは草も生えてないということがなんか観察してて分かって、まあ、無農薬でも何かうまくやればできるんじゃないかなということを、まあ、思い6年前からちょっともう無農薬でいこうということで逆にですね、それがきっかけで無農薬栽培やってみようと。やらざるを得ない。そうですね。西表島と、そもそも沖縄といえばサトウキビとかパイナップルとかのイメージがあるんですけど、お米農家さんってあんまりないんですよ、そうですね。西表島だとおそらく20農家いるかいないかぐらいです。で、なんかその地産地消的な部分で言ったらどういう状況なんですか？もう西表島はもう本当特殊で、はい、まあ、西表島では西表島の米が食べれないというようなのがほとんどなんですね。うちは地産地消で自分たちで販売はしてるんですけども、はい、その量っていうのはもう全体からすればほんの 5% いくかいかないかぐらいで、西表島で採れたお米は石垣島の JA に出荷されて、で西表島で食べられるお米はどっか石垣とかあと他の県とかからやってくるお米を食べるというような形になって、島の米を島で見かけるので本当にわずかしかないっていう現状ですね。でそれで、まあ、農家さんにとってそれが手取りが高ければまあそれはそれでいいんじゃないかなとも思うところはあるんですけど、まあ、実際には今農家さんがだいたい1キロ230円とか40円ぐらいで玄米で出荷してます。玄米の重さベースですね、はい、で学校給食が買ってくるのが1キロ410円とかで買ってくるので、まあ、230円40円で出して、まあ、白米の状態でありますけど1キロ410円とかで買ってくるってなって、だからもうこの農家さんの儲けっていうのはほとんどなくて、でも最終消費者としてはちゃんとまっとうな値段で買っているという状況で、この中間マージンっていうのがもう一旦当該に出ることによって、島の農家さんに還元されないという状況になっています。今はもうそんな感じです。でもやっぱ島の農家さんがちゃんと、収入を増やすためにはちゃんとこの誰かが決める価格ではなくて、なんていうかこう自分たちでちゃんと価格を決めていけるような、多分取り組みが必要で、そんな難しいことではなくて、まあ要するに小さなライスセンターなのか精米所なのか、そういったものがこの島にあるだけで多分だいぶ変わりまして、さっき言ったみたいに給食でなんか安いみたいなイメージがあると思うんですけど、その学校給食が取ってくる値段ですらも今の農家さんが出荷している値段よりもはるかに高い値段で買っているので、まあ、農家さんがもう目の前で作っているので学校給食の、そこで取ったお米をちゃんと目の前の学校給食にこう出すという、なんとも当たり前のことをすればそれだけで農家所得っていうのはもう格段に上がっていくと。他の農家さんは JA を通さないといけないみたいな感じなのか、もちろんその商品を買う方が絶対うちにしか出しちゃいけませんみたいなのって、まあ、そういう独占をするようなことっていうのは、まあ、基本的には良くないとされていて、で別に JA 自体も絶対うちに出してくださいとか、出さないといけないよっていうことはもちろん直接的にそんなことは言わないですよね。ただ今までやっぱりJA さんのおかげでこの島の農業っていうのはもちろん成り立ってきたし、でも今ちょっと時代が変わって、昔助けられている部分ももちろん大いにあるんですけど、これからっていうのは本当に農家が直接消費者とつながっていける時代でもありますので、まあ、そういうことをしていかないとなかなか農業っていうのは厳しい時代になっています。で値段っていうのは多分昔からあんまり変わってないんですけど、米の値段、そうですね。
ただ問題はその農薬と肥料とかの値段がどんどん上がってきて、もう追い越しそうなぐらいまで来ていますね。だから以前国会でも取り上げられてましたけど、農家の平均時給が、全国平均が10円という中で、おそらくこの沖縄は、おそらくもっと低いし、この西表島っていうのはもっと低いだろうなと思います。で、この10円を、もっと大きい、例えば20ヘクタールありますとかだと、それが時給はもっと1000円近くなったりとかするんですけれども、この島の平均っていうのはもう、大体4ヘクタール、5ヘクタールぐらいが島の農家さんの平均なので、もう全然、もうそれだけでは農家としてはもう成り立たないというような状況ですね。まずはどこから変えていけばいい？この農家の本来受け取るべきだった、利益っていうのが、当該に出てると。で、そういうのって、全部大きな視点で見ると、お金が入ってきたものが当該に出てくるという、いわゆる沖縄がよく例えで挙げられますが、沖縄はザル経済なんですね。で、ザルなので、どんだけ交付金とか補助金とか入ってこようと、すぐ島とか町からお金が出ていくっていうような状態があって、農家所得を上げるのもその全体的な取り組みにしても、やっぱこのザル経済を改善するっていうのがやっぱ大事かなと思ってます。そういうことをするためには、やっぱこの西表島とかこの竹富町全体では年間100万人の観光客が来ているんですね。で、西表島自体はもう世界自然遺産にもなったので、どうお客さんを呼んでくるかより、どうお客さんを抑えるかっていう議論がよくされるぐらい、本当にもう特殊で恵まれすぎている島と言ってもいいぐらいですね。他の地域ではどうやってお客さんを呼ぶかでみんな宿泊するので、ここはいかに抑えるかっていうことを考える島だ。でも今の現状は観光事業者はもちろんいいんですけど、観光とこの農業というのが全くつながっていなくて、観光は盛り上がるんですけど、農業はもうずっと苦しい状態が続く。でも旅行しててもそうですけど、本来農業と観光はつながっているはずじゃないですか。でも観光事業者が例えばお米農家にと仕入れてくるお米は、それはもう島のお米ではなくて、西表の観光事業者が仕入れてくるのはもう石垣島とか他の県外から買ってくるお米をお客さんに提供してるんです。そうしたら、で島の農家さんのお米も島の観光事業者が使うわけじゃなくて、誰が食べるかわからないところに出荷されていく。だからもう経済として全然つながりもないし循環もしないですね。で、ここの観光と農業をつなげていくことによって、観光はもう何ですか、もう力強く回っているので、歯車に例えるなら観光という歯車はもう力強く回って、でも農家はなかなか厳しく回るけれない。でもそこをくっつけると、観光が回る力を利用してこの農業っていう歯車を回っていくと。そうすることによって農家所得も上がるし、観光の魅力にも必ずつながると思うんですよ、地産地消。なので議員としてはこういうこの仕組み作りをしていくっていう形ですね。で、観光事業者も別に島の米使いたくないと言ってるわけではなくて、島の米が手に入らないっていうのが先ほどお伝えした通りなんで、だから島のお米が手に入るようにするためには、この小さなライスセンターっていうのを整備するというようなことを、具体的な政策としてはやっていきたいし、進んでいってるって感じですね。今は無農薬で、お米作りもしてるんですけど、でもまだ有機には至れてなくて、まだやっぱり一部、かなり減らしてはいるんですけど、化学肥料を使っているっていうのが現状ではあるので、その化学肥料も早くてはもう来年にはやっぱなくしたいと思ってます。もう大浜農園が目指すのは、究極はもうこの西表島がもし隔離されたとしても続く農業っていうのをしていきたい。もちろんハードルはいっぱいあるんですけど、できるところといえば、農薬減らすのはできたと。あとやっぱ化学肥料もゼロにまずはしていきたいなと思って、でそういってできたお米を
島に遊びに来ていただける方にやっぱ食べていただきたいということで、今はもう生産加工ぐらいまでなんですけど、それをこの消費者に食べてもらうっていう、その食として食べてもらうっていうところまでできたらいいなと思ってますね。一応これみたいに、これはもう玄米ですね。でこれを精米した白米っていうのも買えますし、あとはもう国士米っていう黒いお米っていうのもこんなものを見てみます。これは白米に混ぜて炊くタイプのお米ですね。味的には本当かなり美味しいと思います。結構これ食べていただいた方はこっちがいいって結構乗り換えてくれる人も結構話は聞きますので、これ自体はもう日本になんか同じ遺伝子が昔調べた時にはなかったということで、お父さんが言うにはなんか東南アジアから入ってきたっぽいということを言ってたんですけど、正確なところはよくわからないで、それを食べて美味しかったということでちょっとずつ増やしていったというふうに聞いてます。あとなんか加工品とかも売ってるんですか？そうですね、お米があるのでお米のクッキーとかも販売してます。米粉としても販売してますし、その米粉を使ったお米のクッキーとかも販売してるって感じです。基本的にその販売経路はネットですか？そうですね、ネットショップで販売と、直接お電話いただける方もいるし、直接買いに来ていただける方もいるので、そういう形で販売してます。生産がありがたいことに追いついてなくて、面積が小さいので、もうすぐ売り切れてしまっていましたね、今までお米が。やっと今はこの生産も無農薬栽培も落ち着いたし、イノシシ被害ももう防げてきているので、今ある程度の量は出せるんですが、去年とかは販売開始1週間とかで売り切れるとかっていう、全然生産量が追いついてないっていう形ですね。ありがたい。すごい。でも最後に大事なのは、多分この沖縄本島もそうですし、西表もそうですけど、多分誰も米を作っているというイメージがないと思うんです。これ多分すごく重要なことで、やっぱお米の産地といえば、秋田だったり新潟だったり北海道だったりっていうところが思い浮かぶと。で沖縄っていうのはやっぱ海とかは思い浮かびますが、お米っていうイメージがないと。西表島もそうです。だから例えばそういう米どころで作ってるような農法と同じ農法、つまり農薬とか肥料を使うような農法をやって、この島の米が選ばれる理由っていうのはもうどこにあるのかって考えると、なくはないですけど、非常に薄いと。なので薄いから求める人も少ないので、値段も上がっていかないし、農家所得も上がっていかない。でもこの西表島っていうのはもう世界自然遺産ですと、生物多様性が、認められて世界自然遺産になりました。でこの西表島の世界自然遺産の中で生物多様性に貢献できる米作りを仮にしてましたと、青浜農園してるんですけども、そうやって青浜農園の田んぼではこの水生生物ものの種類も数もどんどん増えていっているというのがもう研究者の結果で分かっている。やっぱりこの農薬を使わない農法で水生生物たちの、家というか住む場所も提供できて、そこにはカエルとかもやってきて、オタマジャクシも来て、そこでカエルになって、それがまたカンムリワシとか山猫の餌になっていくと。こういう、そして大浜農園から出るもみ殻とか米ぬかは、地域の牛糞とかを堆肥にする資材にも使われている。なんか皆さんが買っていただけることで西表島の生物多様性にもつながって、でそれが牛糞堆肥化とか、さらに次の有機農業につながっていくというような形につながるんですね。でやっぱりここら辺はやっぱもう西表島強みにしていかないといけない部分だと思ってます。この循環ですね。
もう全く同じ農法で作ってどっちかって言ったら確実に産地のお米の方を選ぶ人が大多数だと思いますけど、じゃあ生物多様性というようなところで作った貢献できてるお米ですということを歌えるような米作りをしてたら、そういったことに関心がある方はそういうのを買って応援したいとかっていうことにもつながっていくと思うんですね。こういう島での稲作っていうのはとても不利な条件が多々あるんですけど、ただ活かせる有利な部分っていうのもあると。やっぱちゃんとそこはしっかり捉えてやっていくことで、やっぱり自分たちも助かるし、自分たちがやっぱり生物にとってちょっと配慮することで生物にとっても助かる場所ができるし、でそれがちゃんと消費者にも届けれたら、なんか無理のない、僕らが自然を守るとかではなくて、自然とこの農業っていうのはちゃんと共存できる仕組みっていうのが作られていくと思うので、うちはそういう農法をしているという形ですね。だからもう今から農薬を使う農法に変えるってことはまずありえない。もう気分的にもそうですし、合理的に考えても全然そのメリットがないというのがありますので、ちなみに先週いわゆる米どころの、県議会の議員の方々が視察に来たいという申し出があって、そういういわゆるもうブランド米ってなっているようなところも農薬を使って、それが検出 EU の基準を超えるぐらいの地中から検出がされたと、その農薬がですね。だから農薬を使わない農法というのに非常に興味があるということで、県議会議員の人たちが視察に来るということも言ってましたので、やっててこれからの時代はそっちの方向に行くのかなっていうのは思います。貴重なお話が聞けました。お忙しい中、はい。貴重な最後のもう最初に会った時と色が違いますね、小沢さんは。お互い違うね。最高のお米農家さんなので、ぜひ。そう、ネットは、公式サイトはね、概要欄に貼っておくので。そうですね。日焼けもまさかの田んぼではなく海で焼ける。あれって。泳いでました。泳いでました。まさかの理由で。目の前に絶景の海なんで。そうですね。農泊のお手伝いとかもね、できるみたいだから。ウーフとか、あと公式サイトでもお手伝いもしてます。そうですね。住むところと3食はこちらで提供するので、その代わり1日6時間手伝ってもらうっていうのが夫婦っていうシステムなんですけど、そういう形で農業体験したい人とかは受け入れをしているので、興味がある方は、興味ある人はね、ぜひ見てみてください。はい。今日はありがとうございました。ありがとうございました。ごっつぁんです。